皆さんこんばんは。聞こえてますか？どうかな。聞こえていらっしゃるようだ。よかった。皆さんこんばんは、根本みやりです。まもなく開始となりますが、皆さん準備はできていますか？そうですよ、根本さんです。ご無沙汰しております前回はいなくて申し訳なかったですこんばんちはーいはい、今回も特に私がいる時に始まった少しのおしゃべりタイムが前半あるんですけれども、こうやって皆さんとコメントを見ておしゃべりしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。そう、影慣れっていうんですかね、こういうのねなんか前座のトークショーですよろしくお願いします。前回はおい、そんなこと言っちゃいけない。みんな殿方が頑張ってくださって私も少しだけほんと触りのところしか見れてないんですけれども、拝見してなんか画面の重厚感がすごいと思ってちょっと見てて面白かったです。でもやっぱりどうなんですかね、皆さん的にはもう玄人の方々の意見をずっと聞けるっていう方がいいのかなっていうふうにもちょっと思いつつ、でも寂しいな、私いらない子になったら悲しいななんて思っておりました。花がない、そんなやめてくださいよ。私はせいぜいタンポポぐらいですわ。ありがとうございます広報腕組みみやり、そんな感じだったかもそうかもしれないけれど、はい1回休むと半年ぶりになるんですよね。めっちゃびっくりです。でもそう考えると確かにすっごく久々な気もして、今日ここのスタジオに来た時に今日久々に来れて嬉しいなって思いながら、スタッフさんといろんなおしゃべりもしつつ楽しく今準備しております。今スタッフさんが超頑張って用意しております。きっとオンタイムで始まると思いますので、少々私のおしゃべりにお付き合いください。お願いします何それ、タンポポはいいぞ。そうね、タンポポどこにでも生えてる。踏みつけても咲き続ける強いやつ。声が聞けてよかったです。ありがとうございます嬉しいな。そうなんです。お気づきでしょうか。今日はメガネをかけております。うちの事務所の青鬼プロダクションのX の方で写真が上がってると思うんですけど、そんな感じなんです。今日はネクタイにメガネをかけて気合を入れてまいりました。今日こそポンと言わせないどうしよう、これ自分でハードル上げてる気がする。どうしようでもポンぐらいの方がいいかな大人がみんなキリッとしてらっしゃるから、そこでバランスをとってるってことにしていいですかねそこは諦めろ。なんでよ、諦めないことが大事じゃないですかフラグ立ててない？そうなんだよね。いや、私フラグ立てて自分で回収するのだけはもう大得意で、いやでもそんなつもり1ミリもないんですよ。でもね、やっちゃうんですよね。きっと今日もうまくいって、もし噛まないって思って最後に今日噛まなかったですねって言われたら、きっと最後に噛むんですよ自分で立てちゃった。建設してしまった。やばいよ。でもそんな気がするんだこの話がエンディングでそうね、今日も格言どうですかね。でも格言ってほど何も脳みそ使って喋ってないからなもっとね、頭使って喋んなきゃいけませんねそういえば先ほど皆さんがまだ私が喋る前にここで語らっていたのを少し拝見したんですけれども、なんかスキルナとともに今日は配信見るぞとか、リーベルナイトよく動いてめっちゃ満足とかお見かけしたんですけど、皆さん今年の
30ミニッツレベルの商品はどれがお気に入りですか？ちょっと私記憶力が悪いんで、ぜひ皆さんにいろいろ教えていただけると嬉しいんですけれども。今日の格言、脳みそを使って喋ってない。それ使いにくいよ、私にしか使えないもんやっぱ尽きるな。そうそうそう。リーベルナイト見ながら楽しんでます。そうなんですね。シグマ、ベルデノバ。これ最初読むのなんかちょっと難しいなって思ってましたやっぱね、まだこさん、やっぱりみんな待望ですもんね。もう今年は生配信最後なので、ぜひぜひいろんな情報が出てきますんで、最後まで見ていってほしいです。シアナ今スタッフさんから差し込まれて、今日の目標は新しい名言を見つけるだから名言だと思ってないんだって思ってないんですよ。チェルミ、私もすごい好き。可愛いですよね。メカ感と可愛らしさすっごい好き。それでは私のトークショー、これにておしまいですそれでは間もなく開始となります。本日もよろしくお願いいたします。
第8回30ミニッツレーベル新商品発表会。この番組はバンダイスピリッツのプラモデル、時間を忘れて楽しむ30分、30ミニッツレーベルの30ミニッツミッションズ、30ミニッツシスターズ、30ミニッツファンタジー、そして30ミニッツプリファレンスを最新情報をお届けいたします。チャンネル登録がまだ済んでいない方は右下右下右下どっちかな、右下こっちかなのボタンからチャンネル登録をお願いします。また本日の感想は SNS の X にて随時ハッシュタグ生配信 30ml です。よろしくお願いいたします。今回からハッシュタグが変わっているのでご注意ください。それでは改めまして進行役は私、声優の根本みやりです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして解説役のもうダメだ解説役の方にもお越しいただきました。 30mm はこちら。はい、30ミニッツミッションズプロデューサーをさせていただいております中林咲也と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。続いて 30ms の解説はこちらの方。はい、ようやく前回の司会から解放された30ミニッツシスターズのプロデューサーをしてます諸岡です。よろしくお願いします。お願いいたします。そして続いては 30mf の解説はこちらの方。はい、30ミニッツファンタジーのプロデューサー担当してます、みんなのパイセンこと、西澤純一です。お願いします。よろしくお願いいたします。それではさあ始まってまいりましたけれども、前回は不在で申し訳なかったです。すごい諸岡さんめっちゃ頑張ってめっちゃ諸岡さん喋ってます。本当に大変でした。お疲れ様です。本当に大変でした。やっぱりこっち側でちょっとふざけてるぐらいちょうどいいなってでも解説と進行と両方はやっぱり大変ですよね。両方は大変ですね。やっぱ司会難しいですから。ああ、そんなこと司会ね、やっぱ難しいです。いやなんか圧かけられてるなでもやっぱり解説は逆にできないので、はい、今回は頑張りますので、ぜひいっぱい喋っていただけると助かります。よろしくお願いします。あ、そっか、私がいない時含めて、はい、あれですよね、中林さんは3回目、そうですね、3回目ですかね。よろしくお願いします。まだまだ前回は喋ってます前回が2回目前回が2回。そうですね、3回、1回目ちょっとちらっと紹介いただいてですね、ちゃんとしてプロデューサーとしてきたのは2回目。そうですそうです緊張はしてなかったと思います。本当ですか。はい、すごい。どうでした皆さん。ジャッジが入りますよ。来てたのかしてなかったのかみたいなでもたくさん盛りだくさんですからね。はい、よろしくお願いします。もう西さんパイセンは慣れたものですよね。はい、だいぶ慣れました。大丈夫ですね。よろしくお願いします。お願いします。今回も新アイテムを引っ提げての30ミニッツレーベル新商品発表会第8回目ですが、改めて30ミニッツレーベルについて西澤さんご解説よろしくお願いします。はい、30ミニッツレーベルとはバンダイスピリッツホビーディビジョンのオリジナルプラモデルであるお、なんか伝染してるな、なんか。ごめんなさい、申し訳ない、すみません。30ミニッツミッションズ、30ミニッツシスターズ、30ミニッツファンタジー、30ミニッツプリファレンスを統括した総称となっております。はい、はい、ありがとうございます。ということで今宵最新情報、注目情報満載でお届けする30ミニッツレーベル新商品発表会、このようなプログラムでお送りいたします。まずはピックアップニュース。続いては 30ms シリーズからは新シスター2人が登場。続いて 30mf からは世界観を広げるさらなるジョブ。そして続いては 30mm からはカスタマイズが加速する新機体とオプションパーツ。そしてエンディング後は 30ms との新コラボ映像が公開となります。最後まで楽しんでくださいねというラインナップになっております。はい、やっぱり今回は気になるところいっぱいあるかと思いますね。そうですね、特に改めてこう今まではなんだろう、シークレット的な扱いで、最後まで見てねっていう感じだったと思うんですけど、やっぱりこれを最初から言うっていうのは
そうですね、いつもエンディング後にちょっとそういう動画を出してたんですけど、せっかくなんで皆さんの中でいろんな予想がされたりするかなって思ったので、はい、ちょっとそういう事前の盛り上げじゃないですけど、なんか皆さんでこうやって X 上で活発に意見交換できたり、自分の予想が発信されるとなんかちょっと面白いんじゃないかなと思って、今回あえて先にお出ししたというような形になってます。皆さんぜひお楽しみに。はい、ご覧になった感想は X でハッシュタグ生配信 30ml ハッシュタグ生配信 30ml をつけてポストをお願いいたします。それでは早速最初のコーナーへ参りましょう。30ミニッツレーベルピックアップニュース。30ミニッツレーベルのニュースを紹介します。一つ目はこちらのニュース。はい、30ミニッツレーベルの公式ストアがオープンすることになりまして、すでに情報の方は公開させていただいたんですけど、30ミニッツレーベルゾーン京都として新たにオープンすることが決まりましたということで、これがビジュアルになってまして、今回書き起こしになってます3人娘のやつを島田さんに書いてもらいまして、浴衣姿の3人というところでちょっと京都をイメージして、浴衣っていうのは夏なんですけど、夏の、京都みたいなのをちょっとイメージしつつ、オープン秋ですけど、ちょっとそういうのをイメージしながら書いていただいたというキービジュになってます。で続いて次のビジュアルなんですけど、一応お店のこのビジュアルとイメージっていうのはこのような形になってまして、少しいわゆる京都っぽさみたいなデザインを残しつつ、今の、なんかちょっと SF チックみたいな要素を入れてるみたいな形になってます。で一応そのお店のコンセプトみたいなのがありまして、お店のコンセプトがいわゆる僕たちが生活する現実とこの30ミニッツレーベルの世界観の、いわゆるクロスオーバーみたいな、お店になってまして、いわゆるなんかちょっと次元の狭間じゃないですけど、その世界観同士の間のお店みたいな形で、その空間にたまたま3人娘が遊びに来てて、そしてユーザーも遊びに来て、一緒にそのショップで、出会って、ちょっとそういう仕掛けというか、いろんなこうデザインの様式があったりで楽しんでもらえたらいいなっていう風になってます。なんか島田さんって何でも描けるんですね。これでもちょっと店舗のデザインは島田さんじゃないんですけど、実はいろんな方にご協力していただいてやっていただいて、浴衣も本当に素敵で、それもなんかやっぱこう甲冑的なああいうなんかスーツ的なのイメージが多かったんで、こういうのがやっぱ素敵に描ける。そうですね、そうです。なんかちょっと前、多分 2,3 日前に X で公開した時に島田さんもちょっとつぶやいてまして、いつもメカ少女描いてるからそんな普段のやつ描けないよ、描けないんだけどなみたいなことを言って、大変でしたみたいなつぶやきあったんですけど、全然うまいですしそんなすごい素敵ですね。いろいろ書いていただけるんで、我々の要望を本当に十分に取り入れていただけるんで、大変助かってます本当に。京都っぽいっていうのは私ちょっと最初に一見して分からなかったんですけど、もしかして鳥居的な。そうですね、櫓とかのデザインを取り入れてまして、店舗の方はでなるほど、ちょっと提灯っぽい形になってたりとか、そういうような仕掛けをちょっとしているという感じになってますね。じゃあもう行って実際に店内見てもらうだけでも楽しんでいただけそうな、そうですね、そこのフロアがバンダイナムコクロスストアというフロアになってるんですけど、その中でもかなり、飛び抜けたデザインに今回我々はなったんじゃないかなって、なんかすごい多分行ったら目立つような店舗になってるんじゃないかなと思いますんで、ぜひ来週オープンしますので、22日、はい、本当にもうちょっと時間が全然てんやわんやなタイミングなんですけど来週ようやくオープンして、で、ちょっと京都、今回来週オープンさせていただくにあたって、また別の場所でもちょっとここがうまくいけばオープンできるんじゃないかなって今思ってるので、
ゆくゆくは全国各地に広げつつ、ワールドワイドにお店も持てたらいいなっていうちょっと今僕の願望です。あーでも、はいそうなったら店内もまさかいそろなバージョンうんですね。はい。なんでちょっとそこら辺はまたおいおいはいご紹介できればなと思います。で、あと京都店オープンするにあたっていろいろ他にもありまして、ちょっとスライドの方いきますか。はい、京都店限定のショッパーがありましたり、あとは限定ステッカーというものがあります。で、ちょっともらうにはもろもろ条件がありまして、ショッパーの方は1人1点とか、ステッカーの方には2000円以上購入した方がどれかいずれか1枚がプレゼントできるという形になってます。で、結構可愛いデザインができましたので、ぜひ商品購入していただいた方にはこちらも一緒に手に入れていただければなと思ってます。で、あとさらに、限定のマーキングシールの方を発売いたしまして、はい、こちらスライド出てますが、すでに情報が出てるんですけど、こういうようなマーキングシールを30ml ゾーン限定で発売したいなと思ってます。で、京都バージョンということで、大体お値段で660円税込みでやってまして、一応このマーキングシールの購入条件としてはお一人様一応5枚までという形になってますので、で数はかなり十分に用意したので、焦らず皆さんちょっと落ち着きつつ手に入れていただければなと思ってますので、そこら辺もいろいろ考えてちょっとやってますので、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。あとはちょっと現場にもこのマーキングシールの見本があるんですけど、こんな感じになってまして、和柄いいですね、はい、やっぱりここも京都、はい、京都っぽさをちょっと意識してマーキングを作ったというような形になってます。はい、ぜひぜひちょっと手に入れていただきたいなと思います。はい、お願いいたします。はい、お願いします。それでははい続いてですかね、続いていきましょうか。それでは続いてはい、は、僕からですか。はい、すいません。じゃあ続いて30ms の4コマ動画がスタートすることになりましたというところで、早速ですが第1話どうぞ。お 30ms アラウンド 30ms 4コマ始まる。何か来るわ。なんだろう。みんな大ニュースだよ。どうしたのよ、そんなに慌てて。リセッターおはよう。じゃーん 30ms の4コマ始動。聞いてないわよ。ブレインさんよろしくね。30ms アはい、可愛かったですね。よかったです。超可愛いですね。すでに、はい、4コマ自体は X で公開をしてて、各種やってるんですけど、ちょっと声をやっぱり当ててみたいなっていうところがありまして、今回第1話に声を当てて皆さんに初お披露目させていただきました。これは、はい、皆さん満足度高いのではちょっと喜んでいただければなと思いまして、このようなことを、今後もいろいろちょっと続けていきたいなと思ってますんで、ぜひぜひちょっと皆さんにもたくさん見ていただいて、いろいろコメントいただけると嬉しいなと思っております。はい、そしてさらにですね、実はもう一個動画がありまして、ちょっとこちらの方もご覧ください。30ms アラウンド。どけどけ、道を開けろ。イルシャナ様のお通りだ。へっ、ようやく私の登場だ。まったくお前はいつもいつも。私の名前はネバリアよ。あなたたちがブレイン。私たちの活躍を楽しみにしておきなさい。30ms アラウンド。今回ついにネバリアとイルシャナの方にも声をつけさせていただきまして、はい、ようやくちょっと皆さんにお披露目することができましたということで、担当声優さんの方はこちらの方になります。はい、ネバリアが星木さん、そしてイルシャナが日枝さん
となっておりますというところです。はい。今回このお二人にネバリアとイルシャナを演じていただいてますというところです。いやもうなんかイメージぴったりでしたね。よかったですか？はい。いや本当にイルシャナの、オーディションさせていただいたんですけど、日田さんは本当になんかイメージ通りというか、すごいうわこういう感じいるわみたいな思いながらちょっと結構楽しく聞くことができたかなと思ってます。でネバリアンの方はやっぱちょっと星木さん結構難しいかなって言ってたんですけど、やっぱりうちの要望にもちゃんと応えていただいて、それにすごい合ったようなキャラクターっていうんですかね、いろいろ他にも声取ってたりするんですけど、本当に素晴らしいお二人だなと思いました。それでちょっと今全員のスライドに行けますか？はい。でようやく5人のキャラクターに声がつきましたので、今回1話公開させていただきましたけど、次の2話以降もいろいろ公開できればなと思ってますんで、ぜひ皆さんお楽しみにというところです。あれ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 終わらせないですよ。さすが。そうなんですか？なんかありましたっけ？私聞いてないです。なんかだから発表するの嫌だったんですよ。オーディションがあったと。オーディションがあったんですけど、誰か送ってないですね、多分ね。案内を。案内を。僕じゃないです。僕じゃないです。これは言っときます。さっき俺根元はって書かれた時はもうちょっとだよね言っとくかと思って。おい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 。あれですよね。キャラいっぱいいますから。温めて。そうだ、温めて。温められてるんですよね。秘密兵器で。ほっかほかになる前に。ずっと秘密兵器で。もう焦げる前にじゃあぜひお願いします。はい。お願いします。それでは続いてのニュースです。こちらははい。30ms× アイドルマスターシャイニーカラーズコラボプラモデル投稿コンテストです。投稿コンテスト。はい、コンテストの方は、過去いろいろ30ミニッツレーベル全体を通してもやってるんですけど、今回 30ms とアイドルマスターのシャイニーカラーズのコラボコンテストを開催したいと思います。はい、で一応予定としては12月から開催を、考えていますというところで、今テーマとしてはあなただけのアイドルというところで、アイドルテーマになってますので、自分たちが思うアイドル像っていうのを投稿していただければ嬉しいなと思ってます。で、諸々詳細に関してはまた後日発表しますので、いろいろ応募の規約とかありますので、そちらの方はまた賞とかまた用意してますので、はい、皆さんそちらの方を見ていただき投稿していただければなと思います。あなただけのっていうところがやっぱり一番自由度が。そうですね。やっぱ最近推しっていう言葉も流行ってますから、ちょっといろいろ皆さんの推しのアイドルみたいなところで投稿していただけるといいかなと思います。皆さんぜひふるってご参加くださいませ。続いてのニュースです。中林さんお願いいたします。はい、こちらです。はい、この度30 minutes missions の公式サイトをリニューアルいたしました。わありがとうございます、より見やすく便利になりましたので、いくつかリニューアルポイントをご紹介できればと思います、はい。つい先ほどですね、公式 X にてこちらのサイトのリンクをポストしておりますので、ぜひそちらからもご覧ください。次お願いします。はい、それではいくつかご紹介いたします。まずはですね 30mm のストーリーの流れが見やすくなりました。イラストとともに世界観設定を閲覧可能となっております。次のスライドお願いします。はい、続いてですね、今までは、取扱説明書でしか公開していなかった機体設定をサイトで見れるようになりました。現状シリーズ2年目までの機体やエグザビークルの設定を掲載しております。以降じわりじわりと、他機体の設定ページも更新してまいりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい。続いてですね、こちらです。ラインアップ表示もですね、かなり見やすく便利になりました。エグザビークルやオプションパーツなどアイテムカテゴリーで、相当が可能でかなり便利になっております。
またですね、所属群での相当も可能にしておりますので、こちらカスタマイズを考えたりなどにもご活用できるかなというところで考えております。そしてですね、こちら新しく追加したエクストラページになります。こちらでは過去に配信したプラモデルのディスプレイ用背景や壁紙などをダウンロードできるようになっております。その他商品パッケージや記念ビジュアルなども閲覧可能となっております。そしてですね、リニューアルを記念しまして SNS 用アイコンを新たに3つ配布しております。30mm ファンの皆様ぜひダウンロードしていただきご活用いただければと考えております。紹介はこれくらいにしますので、これ以外にもリニューアル箇所がいっぱいありますので、ぜひぜひ実際にご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。先ほどコメントで 30mm もアニメ化したらっていやいや待ってください、ちょっと待ってください。語弊があります。30ms アニメ化はしてないです。そうですね。はい、4コマが動画化されただけなので、ちょっと誤解与えるとまずいまずい。まずいですよそれは。でもやっぱ機体が動いてるのとかアニメーションであったら迫力やっぱりきっとありそうですよね。確かに。なんか僕はずっと MM やっぱ2019年から立ち上がってもう5年経って結構な機体数が出てるんですよ。そうですね。でもう訳がわからないぐらい出てるんで、あれ何にいつ出たっけみたいなのが結構みんな遡って検索するみたいな感じだったんですけど、やっぱそれが今こう新しいリニューアルホームページだとまとまってるので、すごいなんかこう分かりやすくなったなと思ったので、ぜひちょっと活用していただければなと思います。はい。それでは皆さんありがとうございました。以上30 minutes レーベルピックアップニュースでした。30ms 新商品情報。ここからは30 minutes ミッションズの最新情報をお届けいたします。シスターズです。シスターズですね。申し訳ございません。シスターズの最新情報をお届けいたします。諸岡さんお願いします。はい。ちょっと噛んじゃいましたね。30 minutes シスターズの最新情報をお届けしますんで、はい。まずはホビーショーでも全日本ホビーショーでも公開したこちらになります。はい、30ms から前泉冬子の商品化となっております。こちら2025年4月発売予定となっております。すでにホビーショーの方ではいろいろ展示をさせていただいて発表させていただいてるんですけど、ようやく詳細を公開することができましたという形になってます。はい。じゃあちょっと他の CG の方行ってみましょうか。はい。iPad の方ですね。こちらこのような形に、これ今完成品の試作になるんですけど、このような形でかなりクオリティの方も上がってきてまして、シャニマスのキャラクターはもうちょっと折り返しになるんですけど、かなりこなれてきた感あるんじゃないかなっていうぐらいクオリティどんどん上がってるかなと思います。はい。でこちらはちょっと背面からのショットとなっております。これは西澤さん、さっきおっしゃってたここなんかありました？下の方にパーツ見逃しがちなこのパーツですね。さっきそうなんですよ。多分ユーザーの皆さんわかんないと思いますけど、なんかそこについてるって言って、いやいやこれ最初からパーツついてますよって話して、もうこの衣装何回出したんだっていうぐらい出てるのにまだ気づいてなかったっていうポイントがあったっていうちょっと下りです。新しい発見が細かいところまで、ちょっとリハーサル中のちょっと出来事ですけど、こういうのついてますね。最後までしっかり作られてます。で担保パーツの方は3種付属してまして、新規の表情デザイン3つになっておりますというところです。はい、で髪型の方ですが、飾り足なしありを再現できるような形になっております。はい、で体の方は今までのビヨンドザブルースカイと同じになりますので、基本的には付属するパーツ類は過去の商品と同じという形になってます。この辺のプリントとか、成形品のクリア部分のものとかは一緒となっております。はい、でこちらがオプションボディパーツの方で展開してますシグマシスターズパラドックスっていう商品と冬子を合体させた商品で、このような形にもできますよっていう、この商品が結構いろんな前回も前月かな、発売した小金と一緒に発売したんですけど、いろんな
カスタム例がすでに結構出てて、いろいろ皆さん活用していただいてるなというような印象になってます。はい。で、早速なんですけど、ちょっと現場の方にちょっと完成品持ってきてまして、ちょっと見えますかね。はい。かっこいい。はい。でこちらがビヨンドザブルースカイを着た冬子で、こっちは作例で作ったちょっと空中戦仕様の冬子になってまして、ちょっとネットミームになってるぐらい有名な空中戦の冬子っていうようなのをイメージして作りましたという形になってます。見ている方は分かる見ている方はもうすごい分かるんじゃないかなっていう。で結構そのホビーショーの時にもこのような展示をしたんですけど、かなりそれがちょっとバズってるというか、皆さんやっぱりすごい知ってるなと思いつつ、それが話題になってたんで、こういう作例もやっぱできるっていうのが30 Minutes Sistersのいいところなのかなと思いますので、ぜひちょっと商品の方発売したら皆さんいろいろカスタマイズしていただければなと思います。こちらはお値段税込み4180円です。2025年の4月発売予定となっております。それでは続いてはこちら。はい、続いては、30ms-SISH00 のセスティアカラー C となっております。こちらの商品もすでに全日本のホビーショーでは発表させていただいてて、まだちょっと色付きは実は公開してなくて、今回初めてこの色付きのデザインを公開するという形になっています。でこちらの商品なんですけど、島田文香さんがデザインしていただいてまして、少しちょっとこのモチーフが実はありまして、ちょっと実は犬をモチーフにちょっとしてたりような形のシスターとなってますというところで、はい、じゃあちょっと早速ですがスライドをいきましょうか。はい、スライドこれちょっとタッチ絵になってるんですが、武器の方が2丁ありまして、拳銃っぽい武器とナイフっぽい武器がありますというキャラクターになってます。で実はこれサイズが後ほど完成に出るんで分かるんですけど、過去最大級のシスターのサイズに高さになってまして、今まで、リシェッタネバリアが大きかったんですけど、それよりも大きいようなシスターとなってます。はい、こちら背面ですね。結構ロングのツインテールが特徴的になってまして、髪型もこのだけ長い、ロングツインというのは初めてになってますと。でこちらターンポ印刷パーツが新規についてきますというところで、3つの顔が今回付属する。これも前回のホビーショーでは公開してなかった情報になりますので、今回初披露というようなデザインになってますというところです。はい、はい、でカチューシャの方はいつも通り着脱可能となってますというところです。はい、でこれはちょっとポーズをつけた格好とか、はい、こういうポーズができたりみたいな、こういうポーズができたりみたいな感じですね。はい、こういうちょっと銃を構えているようなポージングですとか。で付属品の方はこのような形になってますというところです。はい、で現場の方にちょっとあるんですけど、見ますかね。はい、結構サイズでいうと本当に大きくてですね、多分冬子も結構実は大きいんですよ。大きいんですけど、冬子より少し大きいぐらいになってるというようなシスターたちになってますね。はい。なんで結構その要望で大きいシスターがやっぱ欲しいっていうのがやっぱあったので、それの情報が多分、リリネルとかが発売したタイミングぐらいですかね。結構そういう声があって、そのどっかのタイミングでやっぱり大きいシスターもやりたいなっていうのがあったので、ようやくそういうシスターを発表することができたなという形になってます。大きい女の子がいいっていうのは趣味ですかね、それとも遊ぶ幅としてですか多分ユーザーちょっと言わせていただきますと、ユーザーの皆さんの趣味です多分。そういうことか絶対そうです。ということはこれだな。壁のがすごい。久しぶりだ。久しぶりに半年ぶりに見ました。使ってない。前回あんま使ってないかもしれないですね。ダメですよ。使ってください。おかしいな。私これ使わないとなんか罰ゲームがあるだろうな言われたんですけど、そうですか。そうなんですよ。ちょっとこういうキャラクター、実はあと島田さんのこのアイディアなんですけど、この実は尻尾っぽくこうついてるのがナイフになってまして、これが外せて武器にこれがちょっとですね、ここか、はい、
こうやってこうなって伸びる。はい、こうやってナイフ形式になるみたいな仕掛けがあったりします。なのではい、こういうような商品になってますね。尻尾の時もなんか稼働して遊べそうですねこれ。そうなんでいろいろ楽しめるんじゃないかなって思ってます。どうですか西澤さん。ボリュームあるな。いろんなところにボリュームあるな。そうです。それは触れてこなかったのにこれがいや紙のボリュームはいいなと思ってなんか見てて。そうですね、全体的にいろんなものがでかい、大きい仕様というか、ちょっとモチーフでいうとちょっと大型犬みたいなところをモチーフにしているという形にゴールなってます。デンレトリバー感があります。あ、でもちょっとどうですか。肌は。からしからしどうですか。いや、すごい好きです。からし好き結構多いんで、多いです。はいやっぱちょっと褐色系ってはい私的にはすごい可愛いなって思うので、そうなんですね。ちょっと元気感もありつつ、すごい可愛いです。あと色気がやっぱりいいですね。ぜひちょっと遊びの幅が広がりますんで、はいぜひ皆さんお買い求めいただければなと思います。よろしくお願いいたします。はいこちらはお値段税込み2750円。2025年の5月発売予定です。続いてはこちら。はい、30ms のオプションパーツセット17エイダーコスチュームとオプションパーツセット18のサージェントコスチュームとなっております。こちら2025年4月発売と2025年5月発売の商品となってます。どちらもお値段の方は1650円税込みとなっておりますというところです。はいなんでちょっと早速、CG の方でエイダーコスチュームからちょっといきましょうか。はい、こちらエイダーコスチュームでいつものオプションボディパーツと同じ商品なんですかね、付属してくるんですけど、今までのちょっとオプションボディと違うってコスチュームと違うところは足のシューズが今回さらにプラスで付属してくるみたいな形になってます。でこれはユフィアと合体してみたちょっと作例になってますね。はい、でこちら付属品の一覧になってますというところです。でこちらがサージェントコスチュームでなってます。でこれはちょっとロング、これも結構ロングで細長いツインなんですけどロング系のツインがこうなってますね、こういう形で。はいでこれも後ほどちょっと完成品がありますんでお見せできたらなと思うんですけど、付属品の方はこちらになってまして、いつものボディ系とか頭部が入ってたり、そして、今回新たにシューズが入っているようなちょっと商品になってますというところです。はい、じゃあちょっと完成品の方に行きましょうか。はい。はい、こちら完成品になってますというところで、先ほどのちょっとこのセスティエと並べると分かると思うんですけど、はい、このセスティエと同じ体型っていうんですかね、同じサイズ感のものになってまして、セスティエはその手足がちょっと長かったりするのでさらにこう上に頭身が上がるんですけど、こっちの2つに関してはユフィアとこれはあとルルチですねを合体させている状態でこのような形になってるので、今までのシスターとかも付け替えて遊べるような仕様になってたりで、ボディの方は今までより結構大きめのサイズのものになってたり、あと髪型は結構変わってたりっていう、これでいうとこっちはショートツインみたいな形になってたり、でこっちはロングツインですねな感じになってますというところです。下の方のツインって今までありましたっけ？ないですね。今回ここまで下のこれなんていうんですか、こういうところのツイン。なんて言うんでしょう、ローツイン。お下げに近いです。お下げでもないですか。お下げって三つ編み？そうか。どうなんですかね。でもなんかお下げってもはや私も言ってたんですけど死後なのかなっていうイメージもちょっとあったり、今なんて言うんですかね。なんか多分すごい詳しい人が答えてくれるはずかもしれないですね。もうちょっとおじさんにはもう全部ツインテールになっちゃう。これ合ってるの？ね、そうローツインかなですよね。なるほど。うん。じゃあローツインって言います。僕もこれからは。きっとそれでいい気がします。はい。でちょっとこれどうですか、こんな感じで並べてますんで、でカラー A がこちらのエイダコスチュームになるんですけど、カラー A はちょっとこれまだ塗装なんで色が違うんですけど、リシェッタとかあとはシャニマスのフユコとかもそうですし、そういうようなカラーが肌のとこは揃ってるっていう形になってます。で真ん中のカラー C になってますね、こっちのサージェントは。なのでいろいろ組み合わせて遊んでいただければなと思います。はい。はい。
こちらはお値段税込み1650円。 30ms オプションパーツセットエイダーコスチュームカラー A は2025年4月発売予定。サージェントコスチュームカラー C は2025年5月発売となっております。続いてはこちら。はい、30ms のオプションパワーセット19ダッシュユニットとオプションパワーセット20のフロートユニットとなっております。こちらの方、ダッシュユニットが5月発売、そしてフロートユニットが6月発売となっております。はい、値段の方はどちらも1650円税込みとなっておりますというところです。はい、はい、ちょっと今回実はこの商品を、ずっとやりたいなと思ってまして、ずっとオプションボディパーツっていう商品を展開していることが結構多くて、いわゆるその胴体部分のものが多かったり、コスチュームのところでいう頭部とボディのパーツっていうところが多かったんですけど、アームレッグ系のそのパーツっていうのがいわゆるその何もない装飾がないいわゆる生手足っていうんですかね、状態のものだったんですけど、ちょっとメカチックなものを入れてたり、ちょっと少しスーツっぽいデザインを入れたものをだけで展開できたら、もうちょっとそのカスタムズのパーツの幅度が広がったり、結構市場というかユーザーの声から今の声で言うと、ボディは結構増えてきたんだけど手足が足りないという声が結構ありまして、でアームレッグの今の出てるアームレッグパーツもすごい再販をかけて結構頑張ってはいるんですけど、やっぱりそれだけだとどうしてもちょっと賄えないとかもあったりしているので、もうちょっと新商品で新たなちょっとバリエーションの幅を増やして皆さんの要望に応えられたらいいなというところで、このような形で商品化させていただいたという運びになってます。もう本当皆さんもそれなそれなありがとうございます。じゃあちょっと早速 CG の画像の方に行きましょうか。はい、こちらダッシュユニットの方になってまして、下になんかローラーブレードみたいなものがついてて、ちょっと、はい、自立するのはちょっとできないんですけど、このような形で着脱式のパーツがローラーのやつがついてまして、いわゆる肩から手まで、そして太ももから足先までっていうような商品になってます。はい、でこちらが背面側ですね。で今ちょっとこれ検討してるんですけど、このいわゆる差し色のこのクリアパーツたちがあるんですよ。でこれが今ちょっと CG なのでただのクリアパーツっぽく見えてるんですけど、少しちょっと変わったクリアパーツというかちょっと変更したりするようなクリアパーツで、かつそのなんか光の光量がすごい強いっていうんですかね、だからすごいエッジが光ってきれいに光って見えるようなちょっとクリアパーツを採用しようと思ってますので、少しその実際の成形品を見た時にまたちょっと印象変わるかもしれないですが、そういういわゆるプラスでバリューを上げれるような材料を採用したりしてます。色でいうとなんか蛍光色に見えるくらいの、なんかちょっとね表現が結構難しくて、じゃあもう楽しみですね。なんか本当に成形品早く見せたいなっていうぐらいなものになってます。はい、で、はい、こちらはフロートユニットとなってまして、いわゆるなんかメカ足っぽいちょっと空中を浮遊しているような形になってまして、これはもう同様に肩から手、そして太ももから足先までみたいな商品になってます。はい、こちらが背面側ですね。はい。でこちらの方もクリアパーツちょっと周光性が高いクリアパーツを採用しようと思ってまして、実はオプションパーツの S シリーズの時に赤いやつをやって赤い、S04 だったかなをやった時に赤のクリアパーツが入ってまして、その赤のクリアパーツと同じパーツになってまして、少しその周光性が高くてちょっと光って見えるみたいなパーツをこちらの方でも採用しているという形になってます。はい、じゃあ早速ちょっと、はい、こちら、はい、ちょっとすいません、時間がいろいろ限られちゃってまして、すいません、色付きがなかなか用意できなかったっていう現状があるんですけど、一応今回この完成品試作としてサフ吹き部分が新規パーツとなってますというところです。なのでこの辺もやっぱり手足が増えることでカスタムの幅結構広がると思いますので、ちょっといろんなアレンジをしていただけたら嬉しいなみたいな形になってます。はい、
ということでこちらはお値段税込み1650円 30ms オプションパーツセットダッシュユニットカラー A は2025年5月発売予定。そしてフロートユニットカラー B は2025年6月発売予定です。続いては今回注目の初公開シスターです。こちらはい、今回初公開になります。アジェンダの方でも発表させていただいたんですけど、今回シスターを2人新シスター2人発表するということで、セスティエと今回このシュレミっていうキャラクターを発表させていただいたという形になってますというところです。これはもう、はいてーてーですね。はい、かわいいです。かわいい。そうなんです。前回ソーレをアンミさんの新しいデザイナーさん、アンミさんという方がいられるんです。アンミさんが初めてデザインしたのがソーレイちゃんっていう青の方になってるんですけど、それと対になるような赤のシュレミっていうのを実はもう最初からお願いしてまして、対になる2人をデザインしたいというところで、お願いしてて、このキュービジも実はあそこの位置実は空いてまして、後々あそこに赤のシュレミが来るようにしましょうっていう形で前もってこう作ってた実はキービジュアルになってますということで、これが前回出てで今回この赤が追加されたっていう形になってますというところです。でも新しいですね、この鬼っ子っていう感じ。そうですね、今までのやっぱりデザインとちょっとやっぱ変わってるというか、そのやっぱりアンミさんらしさみたいなところを出したいなと思ってたり、ちょっとそのなんですかね、繊細なキャラクターっていうんですか、感じを表現できたらいいなっていうところでいろいろご協力いただいたという形になってます。はい。先に言われた。先に皆さんに言われた。2人出すなんて。2人出すなんて。測ったな。言われたみんなに。測ったな。先取りされて。いや皆さん分かっていらっしゃる。そうですね。もう皆さんにお願いしたい。じゃあスライドの方行きましょうか。はい。はい、でこのシュレミっていうキャラクターになるんですけど、2025年の6月発売を予定しております。こちらの方お値段2750円税込みとなっております。でちょっとまだこのシュレミの方がまだちょっと開発の途中段階になりまして、まだいろんな細かい部分がちょっと詰まってなかったり、あとは武器もちょっと付属するんですけど、今回はちょっとお披露目できなかったんですけど、また成形品とかがアップする際に皆さんに追加情報としてお披露目できたらいいなと思っておりますというところです。はい。これは楽しみです。そうですね。これはもうぜひぜひちょっと皆さんに見ていただきたいなと思ってるので、CG 画像の方行きましょうか。はい。こちらも先ほどのものと同じにはあるんですけど、一応今この CG の方仮ではあるんですができてまして、特徴的なのはこの袖の部分っていうんですかね。袖の部分に模様が入ってたり、一部その袖がの模様が抜けてて向こう側が見えるみたいなちょっとデザインになってるという、はい、ちょっと変わったデザインになってますというところです。なんであとはちょっと高い下駄っていうんですかね、みたいなのを履いてたりとか、そういうようなちょっとなんですかね、今までに本当にないようなキャラクターになってます。はい。でものも実はまだ途中段階ではあるんですけど、今こういう開発途中のものがありまして、はい、実際にこうやって見ていただくと、こういう袖のとことかは穴がこういやすご抜けてるようなデザインに構成になってると。西澤パイセンが抜けてんなーっていう感じの個人的にツモすぎていやでも袖繊細ですね。そうですね、袖は結構特徴的になってるかなと。であとはアンミさんのキャラクターデザインで、ソーレのもそうだったんですけど、インナーカラーがありまして、ソーレはブラウンとブルーだったんですけど、今回はブラウンとレッドっていう形でシュレミは再現しているという形になってます。はい。かわいい。もうちょっと情報が本当いっぱい出したいんですけど、もうちょっとお待ちくださいっていうぐらい今設計頑張ってますんで、また追加情報は後々出せたらいいなと思っております。皆さんお楽しみにお待ちください。お値段は税込み2750円、2025年の6月発売予定となっております。以上 30ms の新商品でした。
改めて新商品を振り返ってみましょう。はい、はいこちらになっております。そうですね、4月から6月の新商品の発表をさせていただきましたというところで、どうですか西澤さん。いやーなんかね今日なんかあんまり俺喋ってないような感じがしたけど喋っていいかなと思いながらもこうちょっと思ってなんかどうぞどうぞ。いやでもねちょっといろいろ気になったとこあったんだよねいっぱいなんかねぜひ。ローラーの靴みたいなところとかあとさっきの赤いやつも、もう漢字が赤なんだと思ってシュ朱色のそうですねシュってなってるから赤なんだと思って、漢字は実はソーレの時も漢字の実際商品名はカタカナ表記なんですけど、ソーレの時も漢字表記があ漢字が朱りましてになってたから、ね、そうは青。おですかね。さすがさすがですいやでも素敵ですね。はいなってまして、そのような形で商品化できたらいいなと思っておりますというところです。これはもう絶対セットはいで欲しくなっちゃいそうですね。はいぜひ本当4月から6月、ようやくちょっと大きめのシスターが登場したりオプションボディパーツが出たり、そしてアームレックの新商品が出たり、そして冬子が出たりっていう結構実は盛りだくさんな4、5、6月になってますので、ぜひちょっと皆さんの方にもいろいろ遊んでいただきたいなと思っております。はい。それでは中林さんと西澤さんに何やらスケッチブックいろいろ書いていただけて、今回もねスケッチブックあるんですよね、スケはいッチブック、ねぜひお二人の感想をお願いします。それじゃあ中林さんから。はい、じゃあ僕の方はですね、はい、お姉さんが続々出てきたっていうところでまあシスターの中でも結構頭身というか身長が高いところのシスターが出てきたりとか、まあシュレミさんとかまさにソーレイのなんかこうお姉様的な存在でイラストが出てきたりとか、なんかまあ単体で遊ぶのももちろんなんですけど、こう2人姉妹じゃないですけれども、その並べ方もすごい面白そうだなと思ったのと、さっきのピックアップニュースでネバリアの声もついてて、なんかシリーズがさらに深みを増すなっていうところで思いました。真面目ですよね。ありがとうございます。いやもう一番いいです。西川さんお願いします。前回スケッチブックの時に赤もあるかなって僕言ったんですよ、はい言ったんですよ。あ今回赤かったなドドン乗ったそうなると青と赤交互に出すことになるんで、いろんなシリーズでもそっか、もう予想されていた。予想じゃない、いやいや前回全く知らなかったんですよ。全く知らなかった。社内にいますもん。社内にいますもん。それはそれこそやってんなですよ。それはやってんなですよ。やってんなそうですよ。まあ社内にいるんでね、知ってますよ。本当に知ってー。だますよ。盛り上げていただいてるんです。そうなんですね。さすがパイセンです。ということで、諸岡さんもありがとうございました。以上、30ms 新商品情報でした。30mf 新商品情報。30mf 新商品情報をお伝えいたします。まずは前回の配信で紹介した11月発売の3商品からご覧いただきます。まずはこちら。はい、30 minutes ファンタジーのコンセプトになりますが、無限のカスタマイズで自分だけのファンタジージョブを作り出せという形になっております。はい。はい、今日ですね、いよいよ、発売の日の方が、いよいよ来週に迫っておりますリーベルファイター、こちらの方のパッケージの方、今画面の方に出させていただいております。こういった形の方でパッケージのデザインの方が出来上がっております。皆さんまたなかなかちょっと買えない時間がちょっと来ているかと思いますけど、こちらの方また新商品として発売させていただきますので、ぜひ皆さんこちらの商品の方見ていただければなというふうに思っております。はい、で本日ちょっと物の方もちょっと箱の方が来てますので、ちょっと箱こんな感じでパッケージが出来上がっております。でちょっと物も今手前の方に少しありますが、はい、
こんな形でこちらの方ですね。こちらがリーベルファイターの方で、こちらが、来週末に発売という、いよいよ発売という形になります。はい、でこちらのは12月ですね。こちら12月ローザンファイターになりますけど、はい、またこちらの方でネットの方で商品の方を見ていただければなというふうに思っております。ナイトの方ももうすでに大満足というふうに。そうですね、ちょっとまたいろいろなかなか買えない時がちょっと出てるとは思うんですけど、今、絶賛頑張って生産しておりますので、もう少しお待ちいただければなというふうに思っております。ようやくあれですよ、体型が違うシルエットが登場するっていうことで、マッシブですよね。はい、ちょっとマッシブ体型なんでマッシブ体型になってるんで、今までのそのナイトとかの商品と組み合わせてもいいですし、そのファイターだけで組み合わせて新しいものを何か作ってもいいですしっていう、本当にバリエーションの幅ってよく私たち言いますけど、その幅をどうやって皆さんが表現するのが結構楽しみで、もう多分我々の想像を超えてくるんじゃないかっていうのが、今社内の予測になってますね。はい、すごい楽しみです。楽しみですでもね。この太さでやっぱりちゃんとすごく可動域がある。そうですね、はい、いよいよ来週発売になります来週発売なんで、はい、ぜひいただければお願いします。お願いします。はい、で皆さんちょっとこう商品がだいぶ新商品出てきましたので、そろそろ冒険を始まりという前回の下りからのさらに冒険を始めるためにはちょっとこんなものが必要なんじゃないかなということで、さらに世界観を広げる画像の方を用意してますので、はい、バットの方にちょっといただければなというふうに思っています。はい、一応世界観の地図ということで、冒険には地図がつきものということで地図の方を、作成をしております。まだちょっと全体像がまだ見えないような、ちょっと周りに雲少しちらちらあるような状態なんですが、少し、こんな土地の中を冒険を始めていきつつ、いろんな冒険に巡り合わせが起きればいいなということで、ちょっと地図の方を作成させていただきました。ちょっとあれですね、多分左上の方がローザンなんじゃねえかみたいな色味してますね。そうですね、色味で少しちょっと何が起きてるのかなって、なんで色が違うのかなみたいなことが分かるとか、はい、でちょっと地図の中よく見ていただくとですね、ちょっと街みたいな形のアイコンを少し入れております。下の方の真ん中あたりですね、こちらの方が一応リーベル共和国のある場所の方としてちょっとイラストの方を入れさせていただいております。でもう一つは右上の方にローザン帝国の方の、街の姿という形でアイコンの方を少し入れさせていただいておりますが、ざっとこれぐらい距離が離れていると言いたいところなんですが、距離がどれぐらいかわからないと思うんですけど、おおよそですね、おおよそ1000キロくらいは離れてるような感じで考えております。なんとなく日本地図だと割と距離感わかるかなと思ったんでちょっと調べたんですけど、東京から福岡ぐらいの距離感、900キロから1000キロぐらいの距離感ぐらいかなっていう感覚ぐらいで、ちょっと土地のサイズ感を考えて物語を今作っている考え方で進めております。楽しみですね。はいなんかこう、でまたこれから続々とちょっとこういった形で物語世界観を広げていければなというふうに思っていますので、こういった地図を参考に、冒険の仕方を、皆さんで考えていただけるといいかなというふうに思っております。はい。はい。で続きまして、はい、もう一つ、イラストの方を用意させていただいております。前回の、冒険の始まりに続きまして新たな、ストーリーの方をご用意しておりまして、前回はですね私、全部すべて読みましたが今回根本さんいらっしゃいますんで、根本さんにちょっとぜひ読んでいただこうかなというふうに思ってますので、皆さんちょっとお付き合いください。はい。酒場の出会い。ナイトは冒険を共にする仲間たちと酒場を訪れている。時として語らいは必要である。誰しも一息をつける場、安らぎを求めて交流を深める場は必要である。ここはリーベル共和国にある町人が憩いを求め集う酒場。店内ではあらゆる人々、シルエット姿、ジョブ姿のマクシミリアも共に楽しいひとときを過ごしている。どんなものでも悩みは尽きない。誰かと話すことで道が開けることもある。もちろん己との付き合いの
向き合いの時間も大切である。己を生かすための自由な選択肢への学びの場がここにはある。冒険、旅先によっては身なりを整え、新たな冒険への準備も重要。ジョブチェンジは、クラスアップは、武器は、あのジョブは何？冒険を共にする仲間との連携もバランスが必要でもある。もちろん己の技術と精神を磨くことも忘れてはならない。おい、大丈夫か？傍らに寄り添い相手を気遣うマキシミリア。周囲を伺いそっと声をかける人。美味しい酒には相手を思いやる心を生み出す魔法があるようにも思える。新たな冒険へと心を躍らせながら夜は更けていく。長いありがとうございます。ありがとうございます。大変だ。ずっと緊張してましたもん。いやもうこれがでも気が気じゃない。もうだって最初にこれ覚えましたもん。先に取らせてくれ。途中の「おい大丈夫か」が根本さんに言ってるように聞こえました。いやもうそうですね。私も自分で笑っちゃいそうです。はい。こんな世界観になっておりますけれども、そうですね、今回酒場という形でいろんなジョブが集まってる場所っていう形で、はいシチュエーションを考えれればなということで、いろいろ遊びの中でジョブチェンジですとかクラスアップという言葉を使ってるんですけど、そういった遊びの発見の場というか、これが世界観の中だとこういった酒場の触れ合いの中で見つけるものも学ぶものも多いんじゃないかなということで、こういった世界観でちょっと描かせていただきました。はい、でイラストの中ちょっと見ていただくと少しいろんな触れ合いが見えるかなということで、人とマクシミリアがこういった同じ場で一緒にいる空間を今回初めて描かせていただいたので、こういったところでどんなサイズ感だったのかなみたいなところもちゃんとようやく分かるような感じになったんではないかなということと、果たして飲み物はどうやって飲んでるんだろうとかいろいろ質問がいっぱい起きるんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっといろいろ秘密をこの中には書いてますので、実は言うと奥の方にちょっと、新しいジョブのものがいたりとかですね、今回描いてますので、この後の発表と合わせてまたこちらの方のイラストを楽しんでいただければなというふうに思っております。いいっすね。これなんかファンタジー、本当にファンタジーど真ん中の絵柄というか、はい、しれっと人間いるっていうことが公開されてて、ユーザーの中で多分衝撃が走ってる。これ人間いたのみたいな感じになってますよ。いや人間いるのは設定は言ってますからね。確かに人間いるのは人間いるの設定は言ってますから。はい。いろんな種族の人というか、はいものがいる。それでは 30MF の新商品紹介に参りましょう。最初はこちら。はい、こちらの方はすでに発表の方を、先日行いましたホビーショーの方で、発表の方させていただいておりますが、リーベルランサーと、ローザンランサー、こちらの2商品の方の、ものとなります。リーベルランサーの方は4月発売予定、ローザンランサーの方は5月の発売予定ということで、予定の方を組んでおります。はい、次の画面お願いいたします。はい、でこちらの方が立ち姿の方のものとなっております。各所いろいろ形がですね、リーベルとローザンの方でまたちょっと今回いろいろ変えてますが、こういった形のフォルムのものになっております。リーベル側の方は特に頭の部分が異なってたりですとか、あとは、腕のところですね、上腕のところに少しパーツが異なるパーツがローザンとリーベルでは異なりがあるかなというふうに思っております。以前だとちょっといろいろ一つずつ画像を見せてるとどんな感じでどこが変わったかなってなかなか分かりにくかったと思うので、今回一気にこう2つで見せていければなという形で今回このような方法を取らさせていただいております。はい、次の画像お願いいたします。はい、こちらバックショットのものになっております。こんな形で背面の方は出来上がっております。割と兜の後ろの方のデザインとかも見えるんで分かりやすいんじゃないかなというふうに思っております。はい、次の画像をお願いいたします。こちらの付属品ですね。付属品のパーツ。ちょっと鎧の形がですね、いろいろ違うところもあるんですけど、パーツ数がかなり多くなってますので、このような形で、パーツがいろいろ揃っているというところを見ていただければなというふうに思っております。はい、次の画像お願いいたします。
はい、でこちらの方がアーマーを着た時のイメージ感という形で中の、シルエットの形素体の形も見えてまして色合いがこのような素体のものになっているというような状態になっております。はい、次の画像をお願いいたします。はい、こちらの素体のものですね。もちろん可動の方は皆さんご存知の通り、非常によく動く形の構造感にはなっておりますが色合いがそれぞれ異なるというようなリーベルとローザンでそれぞれ異なるという形になっております。はい、次のページをお願いいたします。で、ちょっとポージングをいくつか撮っております。ちょっとこのようなポージングをしたりですとか、次の画像をお願いいたします。はい、ローザン側だとちょっとこのような、ちょっと槍なのでランサーなのでちょっと槍を構える感じという形と、フォルム的にもこう武器を新しく武器つけてますのでシールドも大きかったりだとか盾が大きかったりとかこういう盾を越して、槍を構えるようなポージングも非常に決まるんじゃないかなというふうに思っております。はい、次の画像お願いいたします。はい、でこれ一応頭部のところの、解説になっておりますが頭部のところこのような形で、形がそれぞれ違っております。ちょっといろいろ特徴を、持たしているところがありますので、今後、何かいろいろ形が変わるところがあればこういったところもモチーフとして何をモチーフにして取り入れているかというところを今後楽しんでいただければなというふうに思っております。はい。で物の方をちょっと用意しておりますのでこちら画像の方見ていただけこちらのものを見ていただければなと思ってますが今回ホビーショーの時はですね、サフ状態で、グレーのものを展示してましたが今回色塗ったものをちょっと持ってきておりますのでこのような感じで見ていただければなというふうに思っております。いやかっこいいですね。はい。頭のとこすごいですよね。ドラゴンみたいな形状がちょっと頭あってこっちかな頭のところとかですね。はい、こんな感じで。大きい防具とか武器はいいですね。いいですかね。はい。トゲトゲしててトゲトゲめっちゃかっこいいです。ランサーね、全身もこんな感じで形が異なるんで、はい。これちなみにその中のシルエットは何タイプですか？これはですね基本シルエット1という形で、ナイトとかと同じ、素体の形のものを使っております。はい。じゃあナイトと組み合わせてちょっと竜騎士っぽいデザインにもなんかそうですね。そうですねはい。一応こういったドラゴン的なデザインの方を取り入れてますので、はい。で今回このデザインの方は業務ペさんの方にすでに発表もさせていただいておりますが、業務さんの方にお願いしてもらったデザインの方になっております。はい。すごいかっこよかったですね。はい、こちらは 30MF リーベルランサーは2025年4月に発売。そしてローザンランサーは2025年5月に発売です。いずれもお値段は税込み2420円となっております。続いてはこちら。はい。で、今回の、新商品の発表という形で、登場させていただいております、リーベルアサシンとローザンアサシンという形になっております。はい、でこちらの方、商品の方は4月発売でリーベルアサシンの方、5月発売でローザンアサシンの方という形になっております。今回こちらの方のデザインは美川金谷さんの方に、デザインの方をお願いさせていただきまして今回形デザインの方を整えていただいております。はい、ではちょっと、CG 画像の方をお願いいたします。はい、ちょっとこのような形でリーベルとローザンでそれぞれちょっと異なった形の場所を確認できればなというふうに思っております。今回、いろいろ形が変えてあるところはあるんですけど足首のあたりですとかちょっと変えてあったりしますのでこういったところ形状の違いとかもちょっと見ていただけるといいかなというふうに思っております。またリーベルですと、主に仮面のところが違ったりですとか今回アサシンという形でちょっと相手のいろんな国に、密偵をしに行くみたいな、スパイ活動的なことができるんじゃないかなということを想定した内容としていますのでまずカラーリングからして実を言うとよく考えがちなのは右側がリーベルの色なのかなみたいな左側がローザンの色なのかなみたいなことを思われるかもしれないんですけど実は設定的にちょっと逆になってまして相手の国の色になっているのが今回の仕様というふうになってますので実は左側画面で言うと左側で紫色の方がリーベルの、アサシンという形で、白の方がローザンアサシンという形になっております。はい。これは完全にそうなんですか？それともなんか一箇所こう引っ掛けがあるよみたいなことはない？一箇所引っ掛け？なんかそのアサシンだよっていう。そうですね。フードをつけてるあたりがそのアサシンっぽさみたいなこうちょっと人に隠れて動くみたいなデザイン性を求めて入れているっていうような状態だったりしますかね。なるほど。はい。はい。
はい、次の画像お願いいたします。こちらの方はバックショットの方になっています。バックショットの方はこのような形のデザインの方になっております。はい、次の画像お願いします。で、こちらの方が付属品ですね。で、付属品の方は武器の方のデザインも、見えてますので、見ていただけると武器の方が、2本だけ、武器が入っているような状態になっております。はい、でこれまでちょっと違っていた足首のパーツとかも、今回素体の方で新しく構造を変えてたりしているところがデザイン変えているところがありますので、足首のデザインとかも、元の付属のパーツとして入っているような状態になっております。はい、次の画像お願いいたします。でこちらの方が、シルエットの画像になっております。シルエットの方の画像の方で、一応このようなデザインカラーになってまして、アサシンの、素体の方に関しましてはデザインが色がちょうど反転しているような形のものになっております。なのでもものところとあたりを見ていただけると分かるんですが、色が逆転しているようなデザイン構成という形にしております。はい。で次の画像お願いいたします。はい、でポージングのカットとなります。一応持っている武器がですね一応目立つような形でこのようなポージングカットの方を取らさせていただいております。次の画像の方をお願いいたします。はい、こちらの方はローザンの方の形になっておりますが、マスクのところとかですねクリアパーツに、する予定になっておりますので、このような形に見えざまが変わっているというような状態になっております。はい、はい、次の画像お願いいたします。はい、でこちらの方が、フードをかぶっている状態での、形ということで、マスクのところのデザインがそれぞれ異なるという形になっております。はい、はい、次の画像をお願いいたします。以上か。はい。以上でしたね。はい、以上でしたね。以上でしたね。すみません。ありがとうございます。はい。はい、で現物の方の、画像になります。で現物の方なんですね。こちらの方ありますが、今回デザイン的にこの2つの、探検の方のものをですね、ダガーのものを、このもものところに、差し込める構造を作っておりますので、武器を、ちゃんときちんとここに収納できるという感じになってます。これがここにシュッと入るというような感じになってます。はい、かっこいい。ここも回転しますので、はい、できますので、こんな形でデザインの方が出来上がっております。はい。中はだから今これ元のそうですね。使ってる元の商品の方は、はい、これちょっと試作状態ですので、はい、元のカラーの方いろいろ使ってますけど、はい、アーマーのデザインはこのような形で立体物の方を進めております。はい。はい。それではこちらは 30MF リーベルアサシンは2025年の4月に発売、そしてローザンアサシンは2025年の5月に発売です。いずれもお値段税込み2200円です。続いてはこちら。はい、こちらの方がクラスアッパーアーマーの、種類となっておりまして、はい、リーベルアサシンスラッシュと、クラスアッパーアーマーローザンアサシンスラッシュという形になっております。こちらの方に2025年4月と、それで5月の発売予定という形にさせていただいております。一応基本的にアサシンからの、クラスアップという形にデザインの方を整えてますので、またちょっと雰囲気が変わった、追加パーツの方のデザインをさせていただいております。はい、ではちょっと CG 画像の方お願いいたします。はい、今回アーマーの方に追加でさらにアーマーを着せる部分とですね、単純にパーツを付け替えていただく付け替え場所と、さらにそして、武器も、さらに、クラスアップしているような状態にするための内容のパーツがそれぞれ付属しているという形になっています。かなり武器数も増えてますので、いろんな飾り方ができるかなというふうに思ってますし、また上部の方にちょっと布のデザインも入れておりますので、こういった布パーツで新しい見え方ができるんではないかなというふうに思っております。はい、では次の画像をお願いいたします。こちらの方が、はい、ローザン側の方のデザインになっています。ローザン側の方の形の方はこういった布のパーツも入ってますが、デザインとしてこのような形に、なっております。はい、次の画像をお願いいたします。で両方をちょっと比較していただきたいんですけど、先ほどあった布パーツはですね、リーベル側の方には基本的なデフォルトとしてはこういった設定としてはつけていないような状態なんですが、先ほどの分割のデザインのところにありました通り、布パーツはリーベル側の方にもつきますので、どちらも選択してできるような状態にはなっております。はい、はい、バックショットお願いいたします。はい、こちらの方が武器の状態になっております。武器数がかなり増えてますので、そののことにつけれるような状態の装備状態にしようかなというふうに思っております。次の方お願いします。
はい、でこちらの方がポージングカットになります。かなり武器数も多いんですが、こういった逆手持ちとかもできるような方式で、今回このようなポージングカットができるんじゃないかなというふうに思っております。はい、次のポーズお願いします。でこちらももう一つポーズの方を取って、こんなポーズの方もできるんじゃないかなというふうに思っております。はい。で頭部の方のデザインなんですが、このような形で、フードのところに少しパーツが取り付いた形になってますので、このような形でデザインの方が整っているような状態になっております。これそれぞれ何モチーフなんですか？これはですね、アサシンって言われると、基本的にフードがあるようなデザイン性なんですけど、少しそこにちょっとこう何か動物的なというか、何か生き物的なデザイン的なものをなんか頭のところにつけれたらいいなということで、ちょっとデザインの方を入れさせております。猫耳ではないですよね。耳ではないですね。はい。先ほど猫耳ありましたけどね、猫耳ではないですね。あれは角です。角の方に近いタイプですね。はい。デザインとして新しく入れさせていただきます。はい。現物ありますね。わトゲトゲしい。すごいですね。こんな感じで頭部の形とかもかなりデザインが。早速戦ってるみたいな。つばぜり合いが。はい。スラッシュってどういう意味なんですか？スラッシュはですね、なんと、はいちょっとこう切るようなイメージ感はいはがい強いなと思ってたので、アサシンの行動みたいなところからスラッシュという名前をつけさせていただきました。ちょっと切るようなイメージ感の名前がいいなという形で、はい、グラスアッパーアーマーとしてつけさせていただきました。これデザインあれですか？行部さんですか？これはですね、海老川さんです。海老川さんです。はい。海老川さんの方にやらさせます。かなりトゲトゲしいので、はい、かなり楽しいんじゃないかなというふうに思ってます。中林さん的にはどっちがお好みですか？いやー選べないですね。どっちもトゲトゲしてるかっこいいっていう男の子の単純な発想というか。でも確かに選べないですね。かっこいい。かっこいいですね。アサシン系はやっぱスタイリッシュなかっこよさありますもんね。それではこちらは30MF クラスアップアーマーリーベルアサシンスラッシュは2025年の4月に発売。そしてローザンアサシンスラッシュは2025年の5月に発売です。いずれもお値段は税込み770円です。はい。安い。続いてはこちら。はい。こちらの方がですね、アイテムショップ3という形で、ウェポンオプションという形で5月発売を予定しております。ホビーショーのイベントの時ですね、非常にジオラマ展示の方をさせていただきまして、いろんな仕組みデザインの方を、飾り方を考えて世界観をもっと楽しめるようなものを作れないかなということを想像してまして、で、今回、満を持してですけどこのような形で、ラック、よくファンタジーの中だといろんな武器を置いておける場所みたいなものを作ったりするんですけど、こういったラックの商品を作りたいなという形で武器とセットにしたようなラックの、商品を作りさせていただきました。はい。ではちょっと、次の CG の画像の方に行っていただければなというふうに思っております。はい、このような付属品で入っておりまして、ロングソードと、シみたいなのがこのような、極東の方のがデザインとして入ってまして、あとソードと、こういうのハンマー的な存在のもののパーツを、展示の内容として入れさせていただいております。で付属品の方はですね、ちょっとこの後出てくる画像の方で細かく説明の方できればなというふうに思っております。はい、次の画像をお願いいたします。はい。展示の仕方としてこのような形で展示ができる方式を取られてまして、マスクですとか、アーマーを飾れる、座という形でラックのものにしようとしてまとめております。またですね、今回このラック同士をつなげることもできるような仕組みにとっておりますので、後ろとか前とか上とかにですね、それでつけて重ねて飾ることもできる、武器の長さに合わせて飾ることもできるんじゃないかなというふうに思っておりますので、このような形で連結遊びもできるような方式をとっております。はい、次の画像お願いいたします。はい、で、今回付属している武器の方のデザインの方も入れさせていただいております。このような形でそれぞれの武器、他のこれまで、紹介させていただいた、ジョブの方のデザインの方に、取り付けさせていただいております。はい、次の例をお願いいたします。
はい、ロングソードもデザインも新しいものを入れておりますので、こちらの方のデザインと、あと、ホースマンメイルという形で、フレイルという形で、今回このような形のメイスのデザインとそれぞれ組み替えができて遊べるようなものを入れさせていただいております。はい。で今回造形物の方を持ってきていただいたんですが、取れてしまった、やってしまったやってしまったですね。はい、いいですね。なんかこんな感じで武器の並びを作れるもの。めっちゃいいですね。そのいっぱいいっぱい入ってる方。いい色がついてるやつがなくて、なお楽しいですね。でいろいろちょっとデザインでこういったところに 3mm のジョイント穴をいっぱい入れてますので、いろんなものがつけれるような構造感をデザインしていたりとかですね、今回パーツでこのパーツもアームの付け替えで、このようなアームの付け替えで付け替えができるような仕組みで、こういったトロソー状態の鎧の飾り方もできるような方式でできればなというふうに思ってますので、こんな飾り方の遊び方ができたりだとか、ここがジョイントパーツとして外れるような仕組みになってますので、これが、ここにこうつながるという構造だったりですとか、何連結でしたっけ？やばい。これはまさに無限連結。ありがとうございます。待ってました。待ってました。美味しい。これでも嬉しいですよね、皆さんも。めっちゃいいですね。デザイン的にかなり組み替え遊びができるような連結方法も用意してありますので、皆さんの方で遊んでいただければなというふうに思っております。やっぱファンタジーホビーショーの全日本のホビーショーの時にも展示ブースがあったんですけど、その世界観を表すようなジオラマ展示を西澤さんの方でしていただいて、結構それがやっぱり好評だったり、なんかその世界観をこう広げるいわゆるイメージ枠っていうんですかね、想像力がかきたてられるみたいなことがあったんで、やっぱいつかこういうのをずっと多分やってた時からやりたいって言ってたんで、それがこれ追加されるといろんな幅っていうのが見せられるんじゃないかなって思いましたね。なんか結構実物で見ると想像より大きいですね。意外にそうですね、大きいですね。多分はい。半分ぐらいあるのかな、世界の。ぜひいっぱい飾って作っていただきたいそうで。ですすね。酒場とか作ってほしいです。もう武器屋だんだんとかそう雑貨に置かれるようになっていくっていう。はいいいですね。はい。はい、こちらはお値段税込み880円となっております。2025年の5月に発売です。はい。続きまして残りもう少しだけお付き合いください。今回もですね、画像の方を用意しておりまして、はい、このような形で背景画像の方をご用意させていただいております。今回アサシンの発表とかさせていただきましたし、ランサーの発表もさせていただきましたけど、今回それに合いそうな場所という形で世界観の中で分かる渓谷ですとか城壁前みたいな形で、一番右端はちょっと城壁前なんですけど、リーベルとローザンの感じの雰囲気感を出していたりするんですけど、このような形で背景画を一つの世界観の一つとして想像をまた膨らめていただければなというふうに思っております。はい。それでは以上 30MF の新商品でした。改めてご紹介した新商品を振り返ってみましょう。はい、こちらとなっております。はい、今回発表させていただいたリーベルアサシンとローザンアサシンの方が新商品の発表という形で、アサシンスラッシュの形でクラスアップアーマーという形でクラスアップの商品の方の展開、クラス3になりますというものになっております。またリベルランさんの方も、色付きの方のデザインの方の発表の方をさせていただきました。またアイテムショップの方も先ほどご説明させていただいた通りになっておりますので、また皆さん楽しんで世界観をいろいろ広げていただければなというふうに思っております。はい、それでは諸岡さんと中川さん、スケッチブックスケッチブックご用意はよろしいですか？じゃあ僕からいいですか？じゃあお願いいたします。はい。さあ冒険だ。おっていうところで、ちょっと某モンスターなんちゃらみたいな感じでさあ人狩りなんちゃらみたいな感じで言いたかったんですけど、ちょっとそんなかっこいいフレーズは思いつかず、さあ冒険だにちょっとさせていただきました。今回いろんな序文もありましたし、あとは世界観のいわゆるその
舞台世界っていうんですかね、舞台背景も出たり、あとはそういうオプションパーツも展開されたんで、なんかもうちょいそのいわゆるシルエットだけのカスタムじゃなくて、いわゆる世界観全体のカスタマイズみたいな遊びがこのファンタジーでできるんじゃないかなって思ったんで、皆さんなりのなんか冒険みたいなとこを表現していただけたら、なんかより楽しく遊べるんじゃないかなと思いました。はい、それでは続いて中林さんお願いします。はい。おい大丈夫か、スパイが忍び込んでるぞっていうところで、さっき説明にあったアサシン。いじられてます私も一緒に。そんなことは。立ってんだ立ってんだ中林さん、いやいやいや。これは測ってないすいません、脱線しました。いやいやいや、なんか面白かったのがアサシンでその色が違うことによってローザンにもリーベルにも見えるってすごい面白いなと思ったので、単純にかっこいいカラーで組み合わせるのもいいですけれども、ちょっとこう色を相手国に寄せると面白いなと思ったので、ぜひ皆さんもチャレンジしていただければと思います。はい、ありがとうございます。さらなる続報に期待いたしましょう。以上 30MF の最新情報をお届けしました。30MM 新商品情報。このコーナーでは30ミニッツミッションズの最新情報を紹介します。中林さんお願いいたします。最初はこちら。はい、新たに惑星探査を得意とするエグザマックスラウンドノバが登場です。こちらありがとうございます右の方はですね、30mm144 分の 1BEXM6 ラウンドノバ1、25年の4月発売予定となっております。左に映っております 30mm144 分の 1BEXM6 ラウンドノバ2、こちらは25年の5月発売予定となっております。こちらはバイロン軍のエグザマックスとなりまして、シリーズをよくご存知の方は型式番号を見てお気づきかと思うのですが、今まで発売していたポルタノバだったりシエンノバなどのバイロン軍の機体のどれよりも前に開発された機体となります。こちら2機体とも海老川さんにデザインをいただいております。それではスライドにて詳しく説明してまいります。はい、画像出てますかね。よいしょ。ラウンドノバ1の、フロント画像となります。バイロン軍おなじみのグリーンのカラーリングで検討をしております。武器としてはですね、スタンライフルとシールドというところで新たな武装が付属しております。リアの画像になります。後ほど説明するのですが、バックパックかなり大きめになっております。今回特徴的な形状のハンドパーツが付属いたします。武器持ち手と開き手が付属するのですが、ジョイントはいつものハンドパーツと同じ形ですので、カスタマイズパーツとしても活用いただけるようなパーツとなっております。はい、こちらもかなり特徴的なパーツではございますが、胸部などに取り付け可能なバックパーツが付属します。こちらはデザイン違いでですね、ちっちゃいものと少し膨らんだ大きいものと2種付属いたします。そしてですね、新規造形のバックパックとミサイルパーツも付属します。バックパックやミサイルポットの背面にはカスタマイズの幅を広げる 3mm ジョイントが多数搭載されております。今パッと見ただけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個もありますので、カスタマイズにお使いいただけるんじゃないかなというところで考えております。そしてですね、新デザインのロイロイも付属いたします。ロイロイとはですね、30mm でおなじみの小型支援メカでございまして、機体と並べることでこのように手軽に部隊感を演出することができます。こちらのロイロイはですね、腰の部分にも取り付けることができます。はい、こちら装備を全て外した状態です。シリーズでは珍しい体型ですが、ジョイント箇所などは過去機体同様となっておりますので、フレキシブルに稼働しまして迫力あるアクションポーズを決めることができます。はい、先ほどのイメージイラストです。右側に映っておりますラウンドノバ1は、汎用的にどこでも運用されたようなイメージでして、この後説明するラウンドノバ2は左に映っているものですね。冬季に、冬の時期にですね、各エリアで運用されているイメージ感で、今回企画しております。はい、そのまま連続してラウンドノーバー2の方説明させていただきます。こちら、はい、画像出ましたね。
はい、こちら5月発売予定のラウンドノバ2です。基本素体はラウンドノバ1と同じですが、頭部アンテナや武器のパルスライフル、あとはスキー場のパーツなど各部がラウンドノバ2の固有のものとなります。こちらリアでございます。ラウンドノバ1でお見せしたミサイルポッドはこちらには付属しません。なのでラウンドノバ固有の、ラウンドノバ1固有のものとなります。はい。こちらにもですね、特徴的な形状のハンドパーツが付属いたします。三つ指っていうところで普段とは違うポージングとかも楽しんでいただけるかなと思います。はい。続いて特徴的なスキー板状のパーツをですね、足底だったりとか腕に取り付け可能となっております。足につけると雪上を滑るようなポージングもできますし、腕につけるとちょっと格闘にも使えるようなそんなパーツとなっております。今までにあまりない、パーツですのでカスタマイズに使っても非常に楽しいかなと考えております。ラウンドノバ1同様、バックパーツが2種付属しますので、こちらもちょっとカラーはグレーという形でラウンドノバ1とは異なるのですが、いろんな遊び方ができるかなと思っております。はい、こちらにも支援メカのロイロイが付属いたします。カラーリングはこのラウンドノバ2に合わせてちょっと真っ白な体にピンクっぽいカメラアイが付属するような形でございます。はい、でこちらもシリーズ機体と同様に各部がフレキシブルに稼働いたします。装備を外した状態だとこのように穴が露出するような形となっております。はい、それではですね、もので説明させていただければと思います。今回はSAF状態ですが2種類お持ちしております。はい、30mm のシリーズの中でもあまり見ないちょっと丸っこいフォルムっていうところで、かっこよくもありちょっと可愛くもあるみたいなフォルムになっております。出てきた瞬間、可愛いっていっぱいコメントがありがとうございます。結構やっぱりかっこいいメカも多いんですが、可愛いメカもいるのが30mm の特徴なのでご注目いただければなと思っております。バックパックのパーツが一生懸命持ってて可愛いなってそうですね。かなりしっかりところ持ってる感じが出てるなっていうところだったりとか、バッグのところもちょっと取り外しができたりとか、もちろん裏側にジョイントも仕込んでおりますので、各穴にはめることができたりとかですね。よいしょ。これちょっと細かく分けるとパーツ今までになかったちょっと角度のつけた軸のパーツなども入っておりますので、過去商品とも一緒に遊んでいただけるかなっていうふうに考えております。よいしょ。バックパーツありがとう。はい。いや、汎用性めっちゃ高いですよね。ありがとう。ファンタジーももちろん使いやすそうだし、MS も使いやすそうだし。ありがとうございます。もちろん30 minutes ミッションズの中で使っていただくと楽しいんですが、はい、他ブランドでもぜひご使用いただければなというふうに考えております。細かいパーツですけれども。スキー板とかもねあるし、パルスライフルも今までなかった、ビームライフルみたいなものは多く付属したんですが、ちょっとチューブがあったりとか細かい造形になっております。確かに覚醒器みたいなイメージでも使えますね。いうところだったりとか。スキー板のパーツはサイズ感的に言うとね、もう 30ms と揃えてくれたっていうことだな、これはな。ありがとうございます。全てを見透かされてるような。ちゃんと軸生えてるしね。ちゃんとね。そうですね。穴も軸もいっぱいありますので、いろんな使い方できるかなっていうところですかね。ロイロイの方もですね、これ先ほど出てなかったんですけど、腕の方が稼働しますので、こんな感じですかね。いやみたいな感じでちょっとアクション取ることもできたりするので、このロイロイで遊ぶのも一つ楽しいところかなと思いますので、ぜひぜひご注目いただければと思います。はい、こちらは 30mm144 分の 1BEXM の6ラウンドノバ1は2025年の4月発売予定、そしてラウンドノバ2は2025年の5月に発売予定です。お値段はどちらも税込み1628円となっております。続いてはこちら。はい、こちら自在に組み替えができるシールドパーツがオプションパーツセットとして登場いたします。こちらは 30mm144 分の1オプションパーツセット19マルチシールドとなります。25年5月発売予定となっております。
過去のオプションパーツはですね、攻撃武器だったりとかバックパック、フライトパックが多かったのですが、防御武装であるシールドのカスタマイズも楽しんでいただきたく、こちら企画をさせていただいております。デザインに関しては柳瀬さんにご担当いただいております。こちらもスライドで詳しく説明できればと思います。はい、付属パーツ一覧でございます。パッと見ただけで大量にパーツ付属してるなというところで、今回のアイテムって結構カスタマイズをして楽しむアイテムとなっておりまして、自由にユーザーさんの方でジョイントと組み合わせて好きなシールドを作っていただくというところが肝の商品となっております。下の方にある通りジョイントパーツも多数付属しますので、カスタマイズを手軽に楽しめるような商品になっております。はい、先ほども申し上げましたが、パーツを組み合わせることで自由自在にオリジナルのシールドを作り出せます。こちらはいくつかの接続例でしかなく、ユーザーの皆様のアイデア次第でさまざまなデザインのシールドを作り出すことができます。はい、で同じシールドでもですね、ジョイントを変えることで取り付け向きだったりとか装備方向を変えることもできます。例えば左上だとそのままつけてますが、右上のものだとちょっとシールドの位置を上に上げたりとか、左下のものですとシールドを後ろ側といいますか垂直向きに取り付けたりみたいなこともできたりします。またシールドだけでなく、シールドを取り付けられる可動式のバックパックと小型パイルバンカーが付属いたします。腕以外にもシールドを取り付けたりとか、シールドと小型パイルバンカーを取り付けて攻撃武装としてカスタマイズを楽しむこともできる商品となっております。はい、シールドの取り付け一例でございます。組み合わせ次第でですね、かなり大きなシールドにもなりますので、機体に取り付けることで機体の特徴だったりとか印象をガラッと変えることもできます。はい、共通ジョイントを使用しまして、このように腕部だったりとか肩の部分だったりとかに取り付けることもできます。もちろんですね、先ほど発表させていただいた新機体のラウンドノバにも装着可能となっております。発売時期も近いですので、一緒に楽しんでいただけるアイテムになってるんじゃないかなというふうに考えております。では実際に物の方をお見せできればと思います。はい、ちょっとディスプレイしてみましたが、こんな感じで大量にパーツが付属しております。シールドのパーツなんですけれども、いくつか付属する中でこういう感じで組み合わせてみています。例えば単体ですとこれですけど、3枚組み合わせるとこのような形だったりとか、三角型のシールドも平行四辺形みたいな形に組めたりとか、ちょっと向きを変えてみると正方形に組めたりとか、本当アイデア次第でいろんなシールドが作れるようなアイテムとなっております。で、下の方にちょっとあるんですが、この穴の開いていないパーツっていうのはこれ何の役目かというと、ちょっと軸が生えてまして、いわゆるこのシールドがやっぱり穴だらけになっちゃうので、それを隠すような2パーツとなっております。なので、穴をつけてカスタマイズして楽しんでもらうことはもちろん、あえて穴を隠すっていうのも一つ遊び方かなと思いますので、こちらの2パーツもご活用いただければと思っております。よいしょ。確かに一段とかっこよく見栄えが良くなりますよね。そうなんですよ。バックパックのパーツもですね、今取り付けてみましたけど、機体にこういう風に取り付けることで、例えばよいしょ、なんか実演コーナーみたいになって申し訳ないんですけど、プチ中林コーナーになっちゃう。おお、ちょっとまだバックパックの後ろからね、そうやってシールドをこういう感じに取り付けることもできますし、このアームもアーム動くんだ。すごく稼働するので、はい、いろんな場所にシールドを取り付けることができますので、ちょっとうまくできませんでしたが、はい、いろんな形にシールドを取り付けることもできるような商品になっております。こちらもちょっとお楽しみにお待ちいただければと思っております。やっぱり 30mm の方でもシールドって需要が、そうですね、今まではそうですね、断片的にいくつか商品化はしているんですけれども、このように自由に組み立てられるシールドっていうのは初になりますので、ぜひぜひご期待いただければと思っております。はい、こちらはお値段税込み1078円となっております。2025年の5月発売です。続いてはこちら。はい、30 Minutes Missions シリーズの機体に持たせられる、電気系の武装がセットになったプラズマ武装が、カスタマイズウェポンズのシリーズで登場となります。これい
これはかなり面白い商品群になっておりまして、本アイテムはですねガンダムのメカデザインだったりとか、30ミニッツファンタジーのデザインを多く手掛けていらっしゃる行部一平さんにデザインをご担当いただいております。30ミニッツミッションズシリーズでは初めてご担当いただいております。ちょっと面白い商品内容についてこの後説明させていただきます。すごいもう盛り上がり盛り上がってますね。すごい盛り上がってチャット欄がすげえ美しか見えないぐらいビビビって言ってきてるありがとうございます。すいません。はい、説明させていただきます。パーツ一覧となります。クリアパーツを使用したプラズマ感あるパーツが付属いたします。はい、カスタマイズウェポンズではおなじみなんですが、付属パーツの組み合わせ次第でさまざまな武器形態を作り出せます。一例なのですが、プラズマソー、ちょっと小型の、チェーンソーのようなパーツと、ロンググリップを組み合わせることで、長めの、プラズマハルバードとして使うことができます。ソーの、刃の部分のパーツはですね、通常の刃と、帯電状態のクリアのものが付属しますので、こちら選択式で、選んでいただくことができるかなというところでございます。はい、もちろんですね、先ほど紹介したラウンドノバにもかなり似合いますよというところで、はい、ぜひぜひご注目いただければと思います。強そう。ありがとうございます。こちら特徴的な武装であるプラズマカッターでございます。適宜に押し当てるような形でポージングを取ったりとか、切りつけるようなポージングが似合う武装となっております。こちらはプラズマナイフです。プラズマソーと同様、通常状態の刃と帯電状態の刃が付属いたします。通常状態の方はビリビリになってないですけれども、クリアの刃の方はちょっとビリビリになっているのがわかるかなと思います。はい、そして打撃武器のスタンバトンが付属いたします。エフェクトをつけることで帯電状態をこのように再現することができます。またちょっとちっちゃく書いているんですが、おまけパーツとして、30mm144 分の1オプションバックパック1などに付属されていた、平手パーツが収録しますので、こちらも合わせて、ご活用いただければと思います。はい、こちらもものをご説明させていただければと思います。じゃあこちらからいこうかな。はい、先ほど説明した、平手パーツ、こちらに入ってますよというところで、シリーズの2年目までの機体のアルト、ラビオット、あとシエルノバ、ポルタノバなどの機体と、遊べるような、平手パーツが付属してますよというところと、スタンバトンのところはこのようにぐる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 っていう形で、電気のエフェクトが巻きつくような形になってます。これも今までにないエフェクトというところなのでご注目いただければというところです。でプラズマナイフの方はですね、これも帯電状態と通常状態選択できますよというところですので、片方だけ帯電させて片方だけ通常状態にするっていうところで、ちょっと動きを見せたポージングなどもできるアイテムとなっております。かっこいい。はい、よいしょ。出た出た。これですね、プラズマハルバードと、プラズマカッターっていうところで、こちらもかなり大きめの武器となっておりますので、結構機体につけると迫力のあるものになっておりますので、じゃあお楽しみいただけるかなというところでございます。でここも自由にくるくる回転するわけではないんですけれども、いつものように 3mm で接続しておりますので、ちょっと回して表情をつけたりとかビリビリの箇所を変えたりみたいなこともできますので、ぜひこちらもお楽しみいただければと思っております。もうこれもかっこいいの一言につきますよね。しかも汎用性も高そうだし、クリアパーツですし。そうですね。今までのこのパーツだとなんかこう普通に形を作って武器だっていう言い方もできるけど、ワンパーツのこの状態でそのエフェクト加減も見えてる状態になるっていうのはすごいね。つけただけでこの状態にシチュエーションが分かるっていうのはすごいかっこいいなと思いますね。ありがとうございます。ぜひぜひこのエフェクトもいろいろ楽しんでいただければと思いますので、ご期待いただければと思います。はい、こちらはお値段税込み968円です。2025年の6月発売となっております。そして皆さんお待ちかねのこちらに参りましょう。
こからはアーマードコアの紹介です。ご案内役は福田さんです。よろしくお願いいたします。全世界300万のご友人の皆さん、お待たせいたしました。アーマードコア6の、プラモデル担当しております、福田と申します。よろしくお願いいたします。はい、で前回の、発表会の、最後にですね、なんだかよくわからない動画の方をティザーとして告知させていただいて、先日のホビーショーの方でもですね、ちょっとなんだかよくわからないシルエットの方をちょっと展示させていただいたんですけど、ユーザーの皆さんちょっと次何なんだろう、楽しみだなって、思ってることだと思います。というところで早速ですが、新商品の発表でございます。こちらのスライドをご覧ください。はい、バレバレでしたけど、はい、ミルクトゥースがですね、発売となります。25年の6月に発売になりまして、税込みで3850円というところで、数々のネットミームを生み出した、ちょっと変わった、登場者が乗ってる機体ということになりまして、ティザーの方でもかなり盛り上がっていただけたかなと思っておりますし、楽しみにお待ちいただいていたかなというところで、本日の、商品発表となります。では、スライドの方に、させていただきます。はい、こちらが、商品の前景ですね。区分的には一応中量2脚になってるんですけど、全身に結構大型の武装、たくさん、装備しておりますので、結構大ボリュームな、商品になっております。お値段の方も頑張りまして、ナイトフォール、スティールヘイズに続いて、据え置きの3500円で、展開の方をさせていただいております。はい、こちらがバックカットですね。はい、で当然シリーズ共通の仕様として、ゲーム内と同様にアセンブルができるように、各部は共通規格になっております。はい、でチェーンソーの方ですね、通常時は、格納されている状態なんですけど、攻撃時にですね、刃が前方に大きくせり出して、展開するというところは、2種類付属させて、再現をいたしております。はい、で右手に持っているのがバットクックという火炎放射の武器になっておりまして、このラット製の AC 結構ネーミングが面白くてですね、カーラが乗っているのがフルコースっていうところに対してミルクトゥースが持っている武器がバットクックというところで、ネーミングもなかなか洒落てて、で使用感もですねなかなか他の武器にない使用感になっておりますので、ちょっと変わった武器なんですけど好きで、結構使ってる、方多いんじゃないかなというふうに思います。はい、で背中に背負ってるのが、分裂ミサイルと、拡散バズーカですね。拡散バズーカの方も、最近あれですかね、バフが入りまして結構見かけるようになったかなというところでございます。はい、でこちらも、シリーズ共通の仕様ですね。両手に対してはこれまでシティーズで出ております武装を当然持たせることできますし、肩のハンガーの方にも他の AC から武器持ってきて装備させることが可能でございます。はい、でこちらが付属品の一覧となっております。でナイトフォールと比較すると、こんなボリューム感になっておりまして、結構ボリューミーだなというところが、この画像でもよくわかるかなと思います。はい、では、本日試作の方も、持ってきておりますので、こちらご確認ください。すごいすごいでかいです。諸岡さんの MS の方もいろいろでかかったですけど、はい、こちらもでかいです。すごい。結構先ほどもちょっと言いましたけどネタキャラ的に、結構ネットではいじられることが多いんですけど、実際こうやって立体物にしてまじまじ眺めてみると、こう武骨な重機的なデザインっていうところ、非常にかっこいい機体だなというところが僕も担当させて開発させていただきましたが、なんか改めて感じさせられるところだったなと思っております。ぜひちょっとこの斜めこの横のこの辺寄っていただけますか。見えるかしら。おお、すごい。はい、かなり細かくリベット状のディティールがですねかなり細かく入っておりまして、この辺もですね、ぜひお手に取って近くでご覧いただきたいなというところでございます。
ごいね。造形やっばーってすごいですね。すごい。これ8歳、対象年齢8歳ですね。そうなんですよね。 8歳でやっぱこのなんかこう精密さみたいなのってやっぱもう限界、本当にこの限界ぐらいになってるんじゃないかなって。すごいですね。大きさもあれですね、アルトと比較するとあると置いてみましょうか。このぐらいのサイズ感になってるって感じですかね。もう遠近感使ってるわけじゃないですよね。ちゃんと隣に置いてますからね。すごいですね。武器パーツももう規格外に大きいですもんね。そうなんですようね。ん、細かくて。今収納状態手につけてますけど、これもう一個大きい展開状態のチェーンソーがさらについてきますので、うわ遊びとしてもかなりボリューミーで楽しいんじゃないかなと思います。はい。はい。それではこちらのミルクトゥースはお値段税込み3850円、2025年の6月発売です。続いてはこちら。はい。ミルクトゥースだけだと、おそらく皆さん思われてたかなというところですが、まだまだご準備ございます。ですね、汎用 AC、先日 CC2000 オービタの方は発表させていただきましたが、CC2000 オービタに続きまして、メランダーの方も、汎用 AC として、商品化、決定しております。こちらも、ミルクトゥース同様6月発売予定で、価格がですね税込みで2530円となっております。はい。では写真の方に行きます。はい、汎用枠からの、商品化ということになっておりまして、カラーリングはですねプリセットカラーをイメージした、グレートーンの、一色になっております。なのでCC2000 オービタと、色を気にすることなくアセンブルが楽しめるというところになっておりますので、ぜひですね一緒に手に取ってアセンブル楽しんでいただければなというふうに思います。はい、こちらが背面カットになっております。でこちらもシリーズ共通で各部アセンブル可能となっております。ライガーテイルのコアと腕見て、皆さん見ていらっしゃると思いますので、なんとなく規定路線というふうに思われてた方もいらっしゃるかもしれませんが、ミルクトゥースと合わせて6月のタイミングで畳みかけていければというところで、こちら2点 AC 投入させていただきます。はい、こちらがポーズカットで、汎用 AC に関してはですね、右手武器のみ、付属させるというところで、オービターの方が、リニアライフルだったんですけど、今回は、ルドローというマシンガンを、装備させております。こちらのベイラム製ということで、フレームと武器のメーカーが揃っているという形になっています。はい、でルドローですが、右手に持った時と左手に持った時で微妙に排気ポートですかねの部分のディティールが変わりますので、そちらは左右で再現できるように、こちらは左右の差分のパーツを付属させております。はい、こちらもあれですね、共通の規格ですね。手首は共通で、背中の武器も装備できますよというものです。はい、こちらが付属品一覧です。はい、ではこちらも試作をご覧いただければと思います。コアと腕に関してはライガーテールの方から持ってきているんですけど、変わってるのが頭と足だけなんですが、かなりイメージが違う AC になっているかなというふうに思っておりまして、その辺もアーマードコアのデザインの凄さだなというところを実物で改めて感じたところでございます。こちらもボディのディティールに合わせて足の方もかなり細かくディティールを入れております。頭がちっちゃいね。すごい。でも先ほどのねミルクトゥースと比べると大きさは小さいけれど、すっごい重厚感というか、重さを感じますね。はい。かっこいい。ディティールが細かいですね。スタイリッシュですよね。最初。またこれが出ると次あいつなんじゃないかみたいなさらに広がったり、どんどん欲しがっていくみたいな感じなんで。おそらくユーザーの皆さんはなんとなくが、ぜひご期待してお待ちいただければと。まずはね、こちらをはいミルクトゥースと一緒に。はい。そしてこちら、メランダーはお値段税込み2530円となっております。2025年の6月発売です。続いてはこちら。はい、まだまだございます。
ですね、こちらのウェポンセットと、しての展開なんですけど、ウェポンセットもいよいよ05ということになっておりまして、付属、武器ですが、ちょっと後ほど、内容は詳細説明させていただきますが、こちらも6月発売で、税込みで1870円というところで、はい、1870円になっております。はい、では、写真の方をご説明いたします。はい、内容物としてはですね、初期ライフル、あとは垂直12連ミサイル、あとはシールド、あとパルスブレードということになっておりまして、この内容を見た、気づきのいいお客さんはおそらく気づいていることと思いますが、こちらの内容を揃えることですで、CC2000 オービターとウェポンセット04と組み合わせていただければ、なんとローダー4が組めてしまうというところで、こちらフロムソフトウェア様のですね、たっての希望でハウンズの武器をぜひ出していただきたいということでご要望を受けまして、ぜひやりましょうということで、こちら商品この内容で決定させていただきました。はい、でこちらのシールドのパーツどうなってるのということで気になっている方も多いと思いますが、ちょっと黒と白で画像2種用意してるんですけど、こちらの透明のペットシートを使っておりまして、その表面に、印刷を施してエフェクトの雰囲気を出しているという形になっております。はい、内容物こんな感じですね。ライフル、パルスブレード、垂直ミサイルとシールドと。でこちらも当然左右差分のパーツはつけておりまして、どちらにも装備できますよという形になっています。はい、でシールドですが、当然、展開状態も再現できるという形になっておりまして、こういった形で後ろからぐるんと回ってくるシールドが再現できます。はい、でパルスブレードも、展開状態は当然、付属させておりまして、クリアパーツですね、エフェクトの方も、付属しております。でこちらがライフルと、12連のミサイルですね。はい、はい、画像以上です。で、こちらが作品になります。こっち側どっちだ？画面右側が、今回の05をフル装備させた状態ですね。で、左側こちらが、ローダー4と同じ武装を装備させた状態になってます。で、このパルスブレードエフェクトがですねかなり大きくなっておりまして、思ったよりも大きい。これも最初はですね結構小ぶりなエフェクトで作っていたんですが、ご鑑賞いただいた際にもうちょっとサイズを上げていただきたいということでご要望いただきまして、極限まで大きくしております。すごいワンパーツ。ワンパーツですね。こちら、はい、今試作品なのでちょっと雰囲気違うんですけど、これぐらいのサイズ感のエフェクトつきますんで、だいたい AC と同じぐらいのサイズですね。こちらも頑張って再現しております。これペットシート。はい、そうですね。これが展開状態ですね。これが後ろからぐるっと回ってくると。すごい、もう皆さんも反応が大きいでかっていう。確かにでかいです。でけーっつって。シールド結構使われてる方も多いと思いますので、はい、重宝する武器セットになるかなと思っております。でパルスブレードとライフル以外の武装もですねハウンズが装備してたものになりますので、少しずつハウンズの武器が揃ってきますので、今後のウェポンセットの内容にもぜひご期待いただければなというふうに思います。はい、それではこちらのウェポンセット05はお値段税込み1870円、2025年の6月に発売です。以上 30mm の新商品でした。改めて新商品を振り返ってみましょう。こちらのラインナップとなっております。はい、4月発売予定の、30mm ラウンドノバ1、5月発売予定は、ラウンドノバ2とオプションパーツセット19マルチシールド、6月発売予定の、カスタマイズウェポンズ、プラズマ武装でございます。はい、でアーマードコアの方ははい、
でアーマードコアの方が6月に3点同時発売となりまして、ミルクトゥースと、汎用 AC のメランダ、あとはウェポンセット05ということで展開がございます。はいこちらの方もたくさん盛りだくさんですね。はいもう皆さんも頭がパンクしてるかもしれないですけれど、ぜひぜひご期待本当によろしくお願いいたします。そうですはいはいそれでは中林さん福田さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上 30mm の新商品情報でした。お送りしてきました30 minutes レーベル新商品発表会エンディングのお時間です。すごい盛りだくさんでしたね。はい、もう特に最後すごかったです。いやすごかったです。はい、盛りだくさんすぎて。今回も新商品あり情報解禁ありの盛りだくさんでお送りしてきました。皆さんが今回気になった商品はどれでしたか？いやもうでもいっぱいあったから。特に、はい。じゃあ MM、MF、MS と。先ほど 30ms の商品まとめスライドに画像の誤りがあったため、訂正をさせていただきます。はい。多分そうですね。ダッシュユニットとフロートユニットの画像が多分誤ってたっていうところがありますので、改めてこちらが正しい画像になりますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい。それでは改めてまずではどうしましょう。諸岡さんから。あ、もう感想ですか最後。感想そうですね。時間もすぐ終わりですね。はい。はい、そうですね。改めまして生配信2時間ぐらい、今回ちょっと時間もだいぶ意識しまして、ちょっと早巻きで頑張りましたので、ちょっと2時間長いですが、なんとかまとめましたっていう感じです。で、30mm そしてアーマードコアありまして、MS ありってファンタジーあってと、で MS の方はシャイニーカラーズもあってと、もう本当にレーベルが大きくなってたりするかなっていうのが本当に実感してるっていうのと、あとは来週ようやく公式ショップが本当に初めて、オープンするっていうのと、その我々そのバンダイスピリッツのホビーの中でもこのオリジナル IP で公式ショップがオープンできるっていうのは本当にこの何十年の歴史で初めてのことで、そこの場にこうやって立ち会えたことっていうのと、やっぱりそれをプロジェクトリーダーとしてそういうのができるっていう、本当に皆さんの支えあっての今になってますので、今後ともお付き合いいただければなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございます。続いては西澤さんお願いいたします。はい、ファンタジーの方なんですが、いろいろジョブの方発表の方はさせていただいてるんですが、なかなか皆さん手に入れない状況が続いている中ではあるかと思いますけど、今頑張って生産の方をしておりますので、もう少しだけちょっと皆さんお待ちいただきつつ、また来週の新商品の方も発売させていただきますし、今日発表させていただきましたいろいろな世界観につながる新しい情報とかも皆さんの想像をより膨らませていただければなというふうに思っていますので、よりまたこれから楽しんでいただきながら皆さん、続けていっていただければなというふうに思っております。本日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは最後に中林さんお願いいたします。はい、改めまして平日の遅い時間までご覧いただきありがとうございました。30 minutes ミッションズの方はですね、ラウンドノバでもありましたけれども、結構ミニッツミッションズのブランド内だけじゃなくて、他のブランドでも使えそうだなみたいなパーツとかをどんどん開発をしておりますので、一つのブランドだけじゃなく他のブランドにも興味持っていただけたら嬉しいなというところで考えております。あとは最初ご参加されなかった方向けに30 minutes ミッションズの公式ホームページの方をですねリニューアルしまして、かなり見やすく分かりやすく、かつ初めての方も見ていろんな情報が得られるホームページにしておりますので、またぜひご覧いただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、今回の情報以外にも現在ご覧の30 minutes チャンネルでは随時情報を発信しております。チャンネルへの登録と高評価をぜひよろしくお願いいたします。そして X ではハッシュタグ生配信 30ml で今日の感想をつけていただけると
つけているのはもちろん、新商品発表会についてのアンケートも実施中になっておりますそちらにもぜひご回答お願いいたします。なんと今回はずっとエンディングまで1万人、あ、やっずったと見てくださっていて、ありがとうございます。本当にこんなちょっと平日にはいすごい心配してたんですけれども、よかったです。1万人の方も見ていただいて、楽しんでいただけてよかったです。はい。そして毎度のことですが、ご視聴ありがとうございましたが出るまでが30ミニッツ発表会です。最後の最後まで余すところなくご覧ください。以上、ここまでの進行は根本みやりでした。バイバーイ。この番組は時間を忘れて楽しむ30分30ミニッツレーベルを展開するバンダイスピリッツの提供でお送りしました。